あ、どういう質問された時に一番困ってますか？人生で最も後悔したことはとか深いですね日本の就職活動の時にはちょっと理不尽かなんか大変なところは？ウェブテストとかで実際テストを受けてその学力とかを見られることがあったんですけど、Hey guys and girls on Ask Japanese, finding full-time employment in Japan is not easy, especially also for Japanese people who are looking to join a company for the rest of their lives. This time, we're going to go and find out about the pitfalls and struggles that Japanese people go through when trying to find full-time employment in Japan. Let's go and Ask Japanese. 学生時代っていうことは今学生ですか？はい、そうです。私も学生です。は同じ学校ですか？あ、そうです。同じ学校に通ってます。大学生ってことですか？そうです。英語を勉強してます。じゃあもうそろそろ卒業生になりますね。そうですね。で今スーツだし就職活動っぽいですねはいじゃあ就職活動、じゃあ今の大学生の時期で苦労してるところは何ですか？就職活動で苦労してることはなんか本当に将来の仕事を手にできるかなって未来が不安だったことですね。不安だったでもなんか今はだんだん落ち着いてきたので、就職活動真っ盛りの時は本当にすごい不安でした。始まった時には一番怖い。で今日も行ったんですか？今日も行きました。でだんだん落ち着いたってことはどうやって落ち着いたんですか？こう仕事が決まってきたり、面接が少なくなってきたりして落ち着いてきました。じゃあやればやるほど良くなるってことですか？まあ人によりますね。日本の就職活動やったことない、こういう会社にはやったことないので、そこでみんなが注意するところとかなんか一番難しいところなんかありますか？自己分析不足とかもあって、なんか自分のことは分かんなくて言えないこととかもあったりしたので、なんかいろいろ研究をもっとすればよかったかなとは思いました。どういう質問された時に一番困ってますか？人生で最も後悔したことはとか深いですねそれってどうやって答えましたか？なんかなんだっけな、なんか後悔したことはなんか高校受験で失敗して自分の行きたいところに行けなかったけど、でも最終的にはそこで友達とかもできて自分の学びたいこととかができたから、最終的には失敗ではあったかもしれないけど良くなったみたいな感じで答えましたナイスな答えだと思いますありがとうございます。じゃあ自分も就職活動中？私はもう決めたので辞めました。はい。そこで一番苦労したところは？結構面接のフローが多くって5、6段階あったので、その中でどういうふうに自分がやりたいこととか、なんかそこで期待してることとかっていうのを一つに絞ってそれをずっと伝え続けるっていうのが気持ち的な精神的な面でちょっと辛かったかなっていうのはあります。同じ場所に6回ぐらい面接したってことですか？そうですね。面接する方が違くってだんだん上の方になっていくというか、どの社員から見てもこの人と一緒に働きたいかっていうのを見るためにいろんな方とお話をしてなんか見定められるっていうのがありました。プレッシャーがやばいですね。もう次はもっと偉い人が来るからみたいな感じ。そうですね。面接の中にもなんか質問変わったりとか種類変わったり一緒に行ってる人と変わったりとかするんですか？なんか第1回目はこうだけど第2回目は一緒教えてくれますか？なんかだんだんステップアップを教えてください。やることは全然違くて、最初はもう本当5、60人いる中でグループの中で自己紹介とかしているその姿と聞いてる姿勢がいいかどうかっていうのを見られて、その後の第2次では3対1で3人の学生と1人の社員さんとお話をして、で3次は30人ぐらいの学生の中でなんか企画というかその会社の中でどういうものを作り上げたいかっていうのを話し合って発表したりとか、なんかそういうことをして、で4時5時はもう本当に面談で個人面談だったと思います。1対1で面談をしました。6回目は役員の方とお話をして、それでその日のうちに返事が来ました。結構そのプロセスは何週間かかったんですか？そうですね、2ヶ月は見た方が1ヶ月半くらいかな。あとリクルーターの方が途中でついて、その方から紹介された社員とも話したので、計10回ぐらいはその会社に行ったことになるかなって思います。
10回行って面接6回だし1ヶ月半かかって1つだけの仕事のためですね。あ、そうですね。で結局でもそれに決まったんですか？はい、私はそれに決めました。いやもうおめでとうございますこんなに時間とかも中に入れて大変ですよ日本の就職活動。なんか本当にこれだけやったのにやっぱり違うなってなるのは今日怖いんですけど、まあ、やってみるしかないかなっていうのが今の気持ちなので、まあ、ちょっと今は決めようっていうふうに決心をしました。なんかテレビのスーパースターオーディションみたいなもんじゃないですかそんな大きくはないですけど、本当緊張度は本当そのくらいだったかなって思います。なんか今週は生き抜くことあと30人誰がなんか勝ち残るみたいな感じ。まあそうですね、結構成長性を見られた部分が多かったので、そのなんだろうな、どのくらい気持ちが強いかとかそういうのを常に見られたっていうのが結構プレッシャーだったかなって思います。なんか仲良くなれた人は結局落ちたりとかそういうあったんですか？そこで出会った方がこれ消えたりとかっていうのはちょっとあったかなと思うんですけど、まあそんなにでも1回の中で仲良くなることはなかったので、これからかなっていうふうに思ってます。なんかそこの中で挫折しちょっと待ってねもう一回かけます。そこの中で言えない挫折そこの中で挫折しそうな時ありました？まあ、実際この役員の方と最後にお話しした時に結果いただいたっていうのを言ったんですけど、それが合格したわけではなくて私はそこで保留だっていうふうに言われたんですね。なんか私の素質としては良しとされていて、まあ、働いてもちゃんとなんか結果を出してくるタイプだっていうふうには見られたんですけど、でも本当にこの企業でいいっていうふうに思ってるかどうかまでは話してる中でなんか見定められなかったっていうふうに言われて、でその後後日にもう一回リトライする機会を得られたので、そこで本気を出したっていう感じなんですけど、なんかそこで一回私は一回壁にぶつかったかなって思っていて、そこが一番辛かったというか、まあ、その企業の中では、まあ、そこでなんかあんまり信用されてないのかなっていうふうに一回思ったんですけど、まあ、やり直して頑張ってみてよかったかなっていうふうに思ってます。もうでも最後の辺の近い時にめっちゃドキドキですね。そうですね、その時しかなかったので、本当その日の夜に考え直して文章とかを考えて次の日に説明をもう一回し直しました。 NEXT 日本の就職活動の時にはちょっと理不尽かなんか大変なところは？結構堅苦しいというか硬い感じでやって、会話というよりは本当に面接っていう決めていく感じなので、なんかそこは大変なところなのかなって思いますし、あとはまあエントリーシートとか書くのとかも結構まあ大変なところのうちの一つかなとは思います。手書きもありました。はい。手書きいつの時に書くんですか？何を書くんですか？なんかエントリーシートでパソコンで打つのもあるし、あと自分でちゃんと書いて送ったりとかしなきゃいけないのもあって、私だったら漢字書けないから大変それはなんかまあ時間とかもかかるから結構大変だなとは思いました。うわー、会社に入るってこんなに苦労することなんですねそうですね、私もそのエントリーシートも嫌だったし、あとはウェブテストとかで実際テストを受けてその学力とかを見られることがあったんですけど、でも実際企業でその数学とかをなんかやるかって言ったらやらないのに、そういうところで見定められて、で結局なんか入れられませんって、そのテストだけの結果を見てこの人柄を見られずに落とされるっていうのがとっても理不尽だなって感じました。大変。服装とかなんかしなくちゃいけないこととかなんかあるんですか？あんまり普段はこういう風に髪の毛とか結ばないんですけどなんかそういうのとかもやっぱ結ばないときちっとして見えないからっていうのもありましたし、あとメイクとかもあんまり派手にはしなかったりとか、結構定型というか決まったようなのがあって、そういうのも気にしてました。で髪の毛染め直したりとかしたんですか？しました。しました。染め直す前にはどの色だったんですか？私は結構茶色くて、何回入れても結構出ちゃう感じだったんですけどまあやっと黒くなったかなみたいな感じです何回も必死にしてもらいましたはい自分のでもう一回染め直したんですか？私も 2,3 回は美容室に行って黒に近い色に染めても、黒染めに1回するともうずっと黒になって他の色が入んなくなっちゃうので、めちゃめちゃ黒い色に入れてもらって何回かそれをやってもらうことを繰り返ししてました。じゃあやっぱ黒髪じゃないとダメって感じですか？まあ基本的にはやっぱ黒髪の方が印象がいいかなとは思います。じゃあ自分も黒髪にしなくちゃみたいな。そうですね、周りがそうだから一応なんか変な意味で浮いちゃうっていうのがあるので、暗めにおとなしそうに見える感じでやってました。
で今スカートなんですけど、はい女性はスカートが多いんですか、それともズボンどんな感じなんですか？周りには、スカートも結構多いですけどパンツもいます全然。頑張ってくださいはい、すべての質問でした。ありがとうございます。 So you need to know math and geometry in the entrance test, even though you might not work in that field at all whatsoever. There are quite a lot of things that get very, very meticulously tested when you want to join a company. It's almost like joining maybe a university and having entrance exams. The same way there are entrance exams for certain jobs here in Japan. And as you could hear, loads and loads and loads of job interviews, getting you further up the ranks, testing you against other candidates, having interviews with other candidates sitting next to you. There's a lot of rivalry in there as well, and like the girl also mentioned that there were a couple of people she saw and then she couldn't see them again because they didn't pass certain rounds. So it's quite strict, it's quite hard. One of the reasons for that being is that in Japan, lifelong employment is still a dream or still a thing that many people aspire to, meaning you select carefully the company you want to work with and they carefully select you as well. That's why it is quite tough, because the idea is that you actually join that company and you stay with them for the rest of your lives. So they become a new family and they pick their new family members carefully. Generally, switching jobs is frowned upon in Japan still, even in this time and day. And if you switch jobs too many times, you might also not become a seishain, which is a proper employer to a company with all the security it brings. Yeah, paying pension, insurance, certain things like that. So that's maybe one of the reasons why it is quite hard to find full-time employment here in Japan. Obviously, the same testing does not apply if you just want to, job at a convenience store or similar things like that. So how is it with you? How hard is it to find a job in your country right now? What are the steps people have to go through? Let us know in the comments down below. Looking forward to finding out. I hope you found this helpful. If you did, don't forget to subscribe and also leave a big fat like on the way out. I hope I catch you soon for more stuff, and we have related videos if you want to keep watching. Bye!